はい、今日はね、久しぶりにハードオフに行ってきて、ちょっとジャンク品を見てました。ただなんとね、懐かしのフロッピーディスクがあったので、ちょっと買ってしまいました。あとね、このテトリス。108円で取りました。なのでね、ちょっと衝動買いをしてしまいました。で、あとこちらのマウスはね、ダイソーでね、買ったんですけどね、300円でした。で、フロッピーディスクはね、私、いっぱいなんか持ってるので、何が入ってるかわかんないんで、ちょっとね、それを読み込むためにもね、必要なんでね、ちょっと買いました。まあ、今私の住んでる部屋にはちょっとないんだけどね、後日ね、機会があればちょっと見てみようと思うのでね、買いました。これすごいなんか綺麗なんだよね。しかもデルです。NEC とか東芝のやつもあったんだけど、すごい傷だらけで、108円で安く売ってたんだけど、これはね、すごい綺麗。全然なんか使われた痕跡さえないような、それぐらいなんかね、綺麗なの。なんでちょっと買いました。324円でございます。で、これはちょっと今私の部屋にはフロッピーディスクがないんでね、これの動作検証をするために、1個ジャンクで売ってた、2HD。フロッピーって3.5 インチは3種類種類があるんだけど、一番普及した形ですね。普及したタイプのやつですね。2HD は。密度が高いやつです。テトリスはちょっとね、ちょうど買いしました。安かったので。はい、遊ぶかどうかわかんないけどね。はい。ちょっと、では検証してみましょう。はい。今これ私が使っているパソコン、マウスのパソコンなんですけどね。これにちょっと、まずは USB マウス。これをちょっと試してみようと思います。いきなり認識してマウス普通に動いてます。これは別にジャンクじゃないしね、ダイソーで普通に買ったマウスなんでね、普通に動くと思います。はい、右クリックも効くし、普通に左のクリックも効きますね。じゃあ次は懸案のフロッピーディスクの動作検証でいきます。今これケーブルも確認したんですけど、よりも全然ない。本当に使われてない新品のようでございます。すごいなんか得な買い物をした感じでございます。じゃあこれも直差ししています。 USB ポートに。よいしょ。さあどうだ。認識されてる。フロッピーディスクドライブ。やっぱり A だ。今ディスク入れてないのでディスク入れてくださいというメッセージが出ました。ちょっとデバイスマネージャー見てみようか。はい、フロッピーディスクドライブちゃんと認識されております。 TEAC の HD の 05PUB USB デバイス、一緒に買ったジャンクのこのフロッピーディスク、これをちょっと入れてみます。片手撮影が厳しいな。ちょっと待って。かっこいい。フォーマットされている可能性があります。じゃあフォーマットしましょう。はい、今私の使っているパソコン、マウスのノートパソコンなんですけども、これに今のフロッピーディスクを挿しました。そしてね、デバイスマネージャーで確認すると、このディスクドライブのところにはね、出てなくて、下、ここにフロッピーディスクドライブと直接出てきてます。で、ここでね、ちゃんと認識をされております。で、このエクスプローラーのトップにも出てきております。フロッピーディスクドライブで。で、今ね、ちょっと試してたんだけど、買ってきたジャンクのフロッピーディスクを今入れてるところでございます。もう一回入れます。かっこいい。この駆動。で、もういきなりフォーマットします。右クリック。ぐるぐる回ってる。長い。あった。ではフォーマットします。フォーマット。いや、とりあえずこれでフォーマットしています。開始。Windows がフォーマットを完了できませんでした。じゃあこれを512バイトにしてやってみよう。
なんだろう、このフロッピーディスクが悪いのか。ドライブ自体はなんかもう本当に新品同様で問題なさそうなんだけどね。Windows フォーマット完了できませんでした。ちょっとクイックフォーマットを外してちょっとやってみようと思います。ドライブ自体は認識されているということで問題ないと思いますけども、ディスクの方がフォーマットできません。フォーマット中の音が聞こえております。メカメカしいこういうの好きよ本当にしかもデル製だよ、ノーブランドじゃないからね。フォーマットが行われている様子が視覚的にわかりますさあどうだ、ちゃんとフォーマットできるか。フォーマットが完了しました。完璧です。クイックフォーマットはできなかったけど普通のフォーマットはできた。で今ちょっとじゃあ開いてみます。開けました。このフォルダは空です。エラーもなく開けました。で今ちょっと桜エディターで適当に文章を打って保存してみようと思います。テストです。これをまさにフロッピーディスクのマークを押して、PC でフロッピーディスクドライブに無題2、無題4、テキストで UTF の8、ちょっと NEXT にしておいて、でこれで保存しています。書き込みをしている。終わったみたいです。はい、保存ができているはずなのでちょっと一旦これ閉じます。はい、フロッピーディスクドライブ A、 ここに無題4と表示されております。無事に保存ができたようでございます。じゃあちょっとこれから開いてみます。テストです。開けましたねちょっと PC に戻ってもう一回ちょっと確認。できた。無事に使うことができるようでございます。よかった。はい、あともう一つね、私パソコン持ってるんでそっちでもできるかどうか確認してみます。はい、これ中国で買った iMac もどきのパソコンでございます。もう一つあるな。これ以外にもタブレットがあったんですけど、いいや今これフロッピーディスク持ってきてます。これをちょっとUSB ハブなんですけど、ちょっと試しにさせてみます。こんな状態でも認識するかどうか。認識しているようでございます。ちょっと今適当に再生してるからちょっと場所も狭いんですけど、ちょっとこれで確認してみます。まずは計算機 13G、 ここでありました。ランパン、これがフロッピーディスクということでございます。認識されておりますね。これがデバイスマネージャーでございます。でここを見るとありました。ちょっと中国だけどね、ランパン中ドンチーと出てきております。ちゃんと認識されております。同じ文字列ですね。でも早速開いてみます。出てきました。無題4。さっきマウスのパソコンに保存したものですね。これをクリックしてダブルクリックしてみました。読み込みが始まった。テストです。出てきましたね。はい、ということで無事に使えるようでございます。これすごいかっこいい。使いたい、今でもいや、こういうメカメカしいの大好きですよ。はい、ただそういう動画でございます。ちなみにハードオフいいね。いろんなものがなんかね売られててね、ジャンクで安い。あとせっかくなのでちょっとゲームボーイの動作確認も兼ねて、ちょっとこのテトリス、これ今日も買ったやつなんですけど108円で、
これが動くかどうかを確認しようと思います。あ、これ外そう。はい、今電池を入れ終わりました。あ、ちゃんと起動しましたね。レベルまあ5ぐらいにしといて、ちょっと試します。あ、普通に遊べる。無事に遊べるようでございます。あ、間違えた。よそ見してたら。まあいいや。はい、まあいいや。様子確認なんで、こんな感じで起動できましたと。あと、セーブができるかな。じゃあ一旦これで切ってつけます。これでスコアが残っていれば内蔵の電池も生きているということです。スコア残ってないってことはやっぱり内蔵電池はもう切れてる状態なのかな。まあ、CR の電池、薄い電池は買ってきて入れれば大丈夫かな。まあでも遊ぶ分には問題ないということが分かった。はい。まあそんな適当なメモ動画でございました。はい。ではでは、さよなら。